ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、視聴者様から寄せられたコメントの中で、ちょっと気になる話題があったので、それについてお話をしようと思います。先日、サーバー単位の活動量を調査しました。この資料をご覧になられたゲームユーザーの中には、もう少しギルド活動が活発なサーバーへ移籍しようかなと考えている人がおられるかもしれません。もしくは、自分よりも先にヒーローウォーズを始めた友人と同じサーバーで遊戯をする目的で、サーバー移籍をされるケースもあると思います。しかしながら、今現在遊戯されているサーバーよりもかなり以前に立ち上がったサーバーへ移籍する際は、注意すべき点があるのです。それは、サーバー移籍をすることにより、いくつかのシーズンイベントを経験できなくなる可能性があるということです。こちらの画像は、2020年6月からヒーローウォーズで遊んでいるカーク信者の経験したシーズンイベントの一覧になります。これらのシーズンイベントは、すべてのサーバーで異なったスケジュールで開催される仕組みになっています。最新サーバーでヒーローウォーズの遊戯を始めた場合だと、最初に経験するシーズンイベントは、必ず星のシーズンと決まっています。その後は、この画像が示す順番で各種のシーズンイベントを経験することになるのですが、あまりにも極端なサーバー移籍をしてしまうと、いくつかのシーズンイベントを経験できない可能性が発生してしまうのです。例えば、サーバー110で星のシーズンを終えた後に、カーク信者が遊戯しているサーバー11へ移籍をしてしまうと、エレメンタルシーズン、エターナルサマーシーズン、焦点シーズン、自然のシーズンを遊戯できなくなる可能性があります。なぜならば、シーズンイベントはサーバーが開設された時期に応じて、サーバー単位で開催されるイベントだからです。なので、1年や2年前に開設されたサーバーへ移籍をしてしまうと、複数のシーズンイベントを経験できない可能性が起こり得るのです。実際に、エターナルサマーシーズンを経験できなかった人の話をするよう。アラシル・ラジャスさんは、極端なサーバー移籍をしてしまったため、エターナルサマーシーズンを経験することができませんでした。つまり、エターナルサマーシーズンが未開催のサーバーで遊戯していた際に、エターナルサマーシーズンが開催済みのサーバーへ移籍してしまったことで、エターナルサマーシーズンを堪能することができなくなってしまったのです。おいおい、チーンの音は、カーク信者さんが何か失敗した際に鳴らしたり、笑うポイントで鳴らすのがこの動画の基本なんじゃね？今現在遊戯しているサーバーよりも4ヶ月ほど先に開設されたサーバーへ移籍する際は、このような事態が発生することもあるので、あまりにも極端なサーバー移籍は、いくつかのシーズンイベントを経験できない可能性があるみたいです。視聴者様の中には、カーク信者と同じサーバーで遊戯したいと考えて、育成データと一緒にサーバー11へ移籍される方もおられますが、今述べた予想外の不利益を被る可能性があることを知っておいた方が良いと思います。ちなみに、育成データと一緒にサーバー移籍をしなくても、ご自身が遊戯しているサーバーよりも過去に開設されたサーバーと掛け持ち遊戯をすることは可能なので、どうしても一桁台のサーバーの雰囲気を知りたい場合は、複数のサーバーで掛け持ち遊戯をすることもできます。なお、ヒーローウォーズでは、最初にこのゲームの遊戯を開始したサーバーよりも新しいサーバーへ移籍をしたり、掛け持ち遊戯をすることはできない仕組みになっていますので、その点については注意が必要です。もしも、サーバー移籍をするつもりが、新規のゲームデータを作成してしまい、育成データが消滅してしまった場合は、慌てることなくヒーローウォーズの運営に連絡をするようにしてください。ご自身が遊戯を開始した時点よりも後に開設されたサーバーへ移籍を試みると、ゲームデータが消失してしまうことになるので、サーバー移籍をする際は、画面に表示された文章をしっかりと理解するようにしてください。遊戯データが消失してしまっても、アカウント ID と遊戯をしていたサーバー番号を運営に報告できれば、数日で遊戯データを復元してもらえたという報告があるので、アカウント ID とログイン ID と遊戯をしているサーバーの番号は、
必ずメモ用紙に記録していた方が良いでしょう。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。